実験大好き MNU です。今回はね、先日ご紹介いたしましたこちらの方のナノ VNA、 こちらの方をね使いまして、アンターの調整に特化した使い方、これをねご紹介できればと思っております。まずね、この使い方、もう本当のねアンテナの調整ということだけで最低の使い方ですよね。で、本当にねアンテナアナライザーと比較しながら、どんな機能が使えていけるのか。でまずね、ここで重要になりますのが、もう最低限の機能しか使わない超高性能な装置なんですけど、性能面よりも価格が重視っていうことでね、使い方を中心に説明させていただこうかなと思います。やっぱり 2.8 は使い勝手が悪いなという方結構多いと思うんですけどね、そういう場合はもうパソコンを積極的に使ってみたらどうですかっていうのもね、ちょっと実際に動画で撮影しております。ぜひともね見ていただければと思います。でまずね、ここで一番何測定するのか調べていただきますとね、いろんな測定項目あります。もう本当に最低限の使い方、特にここに書いてあるんですけどね、構成しない場合、トータル同時ケーブルとダミーロードとショートするものとかついてると思いますけどね、構成することが当然この測定器前提なんですけど、肯定しないのなら、もうめんどくさいようならエスタバール系のみで十分じゃないかなと思います。逆に言うたら他のもの測定しても多分正確に測れないので、構成しないのだったらすいません、もうエスタバールぐらいしか信用できない可能性が高いと思います。構成するのは結構面倒です。それもありましてね、今回はエスタバールだけでどうですかってご提案させていただいております。構成できる、またはしたいようでしたらね、エスタバール、これは当然のごとくそうだと思います。あと抵抗ですよね。この R、 リアクタンス X ですね。これぐらい分かればね、もうなんとかなるんじゃないかなと思います。これ登場した時、もう確か登場したもう20年ぐらい前に倉西さんが確かね、国内で出されているような覚えがあるんですけどね、もうその当時からも考えましたので、やっぱり初歩的なアナライザーでもね、 SWR と合成インピダンス Z ですね、これしか測定できなかったんですけどね、これだけでも相当便利だったんじゃないですか皆さん。であとね、なぜ便利だかと言いますと、希望する周波数で簡単に SWR が測定できると。一番重要なのが、オフバンドですよね。アマチュア無線局が出せない周波数でも簡単に測定できましたので、 3.5 とか7メガ単位ではね、やっぱここが一番便利じゃなかったかなと思います。で実際ここですよね、 SWR で合成インピダンスがこれですよね。この2個分かりゃなんとかなると思います。20年前に振り返ってもそうですのでね、ここは間違いないんじゃないかなと思います。ここで重要になりますのが市販品、一部は除かせていただきますけどね、あと制作実績の多い、自作品、こういう自作アンテナでしたらね、SWR のみでも全然 OK だと思います。ワイヤー式ですね。要はアルミパイプを使った自治式は比較的調整しやすいんですけど、ワイヤーを使ったダイポールアンテナ、これはね結構7.3.5 はね手強いですので、できればね SWR と抵抗は測定したいと、動画の方でも調整方法を説明させていただいたと思うんですけどね、この抵抗がねものすごく調整の時に重要になってきます。ナノ VNA ね使う時のポイントっていうのをね簡単にだけご説明いたします。やっぱりホームページ上で多くの OEM 局がねたくさん情報を発信しております。ぜひともそれを見ていただければと思います。あと YouTube でもね動画上がってますので、合わせてこれ見ていただくとね大体把握できるんじゃないかなと思います。でね、一番ね私もこれ使うと思いますのが、だいたい購入しますとねメニューマップっていうのが出てると思います。これをねできるだけ手元に置いてた方が最初はいいんじゃないかなと思います。このメニューがないと今どこで何をしてるのかまずわからないと。でもう一点がね、私も今だにしっくりこないんですけどね、このディスプレイでトレースですね、このトレースどれを選ぶかっていうのを、画面の表示と各設定項目との関連付け、ここのねラインのところがね、動画でもご説明しますけど、なんかいましてしっくりこないんで、ここもねここさえ押さえればあとはだいたい直感で操作できるんじゃないかなとか思っております。もう最初からもうこういう操作めんどくさいようでしたら、正直言ってパソコンで制御するのもありだと思います。これにつきましてもね動画の方で説明させていただきます。ナノ VNA V2 ですね。 V2 ちょっと本気じゃないんですけど、これでね操作レビューご紹介いたします。はい、じゃあ早速ねこちらの方電源入れさせていただきました。で電源入れましてね、このような形にスタートしております。まずね初期値ですとこのような形
これがナノ VNA と、別名ね、この V2 の間で食地の考え方が違うということをなんか言われている方が多くて、私もね、ちょっとナノ VNA 本家の方を持ってないんでね、よくわからないところがあるんですけど、まずね、ちょっとタッチさせます。で、基本ね、本家の方はキャリブレーション、こちらですね、キャリブレーションしたところをの0番をね、拾ってくるっていうことを聞いてるんですけどね、こちらの方はね、何も拾ってこないような気がするんで、とりあえずこのキャリブレーション、ナンバー0のところにね、登録してあった情報でね、書き換えていこうかなと思います。ただちょっとね、非常にこれ見にくいような状況なので、ちょっとね、1箇所だけデータ変更させていただこうかなと思います。で、ここでね、重要になりますのが、このディスプレイですね。先ほどもあったんですけどね、ディスプレイ、トレースですね。で、ここがね、慣れりゃ大したことないんですけどね、この上にね、1、2、3、4あります。で、この上のね、今、黄色のところを見ていただいたら分かるんですけどね、黄色のところ。ここ黄色ですよね。黄色のところを見ていただきますとね、これが今、セレクトされている場所っていうんですか。次、青色になりました。緑色。また青に戻します。黄色。こういう形でね、ここが反転しているところが、細かな設定が変えれるような項目になってますので、あと、ここをね、もう一遍押しますと消えるような形。ちょっと今回はね、この2番がね、いらないんで2番ちょっと消させてもらいます。2番今消したんですけどね、もう一遍押しますね。こういう形で。消えます。ですから、このトレースのね、選ぶところ、表示をするしないと、そのトレースのところの設定をね、細かなこの設定を変えたいところもね、全部ここでコントロールされてますので、ここだけがね、最初ちょっと私も操作慣れるまで引っかかってたところじゃないかなと思います。スタートの位置をね、1メガ。で、ストップの位置をね、30メガにさせていただきます。こういう形でね、なっておりますので、ちょっとこれがね、皆さん使い勝手がいいかどうかっていうのは、各個人の方々のね、価値観だとは思うんですけど、個人的にはね、なんか初代よりはそこそこいけてるんじゃないかなと思います。どうだったでしょうかね。実際ね、意外と、液晶も文字も 2.8 インチの割にはくっきりと映ってたんじゃないかなと思います。タッチパネルの反応につきましても、本来はね、指でしたかったんですけど、指でするとちょっと動画的に下が見えなくなるので、ペンでやったんですけど、あれぐらいの反応あって、なおかつ使ってる本人もよく操作ミスしてるんですけど、あれぐらいのレスポンスでしたらね、結構使えると私は判断しております。で、引き続きね、こちらの方、ナノ VNA サーバー、これを使ってね、パソコンでコントロールしている様子、動画の方でちょっとご紹介しようかなと思います。次はパソコンを接続した事例ご紹介させていただきます。こちらの方がね、先ほど単独で使いました SAA バージョン2ですね。今電源切っております。で、こちらの方にね、この USB ケーブル、ブーっと USB ケーブルを経由しまして、こちらの方にね、ノートパソコン立ち上げております。システム的にはね、このような構造で、至って簡単にね、ノートパソコンと接続できます。はい、今ね、ソフトを立ち上げさせていただきましたね。スキャンかけまして、接続状態を確認いたしましてね、実際このようにありましたので、ここでコネクションですね。コネクション、接続しますと、このような形、USB モードに切り替わりましてね、今たくさん点出てますね。ナノ VNA サーバーっていうこのソフトなんですけどね、これ使いますとね、グラフが全部で確か6種類ですか。6種類のグラフをね、同時表示できるようになっております。通常はね、そんなにいっぱい使うことがないんで、私は2つか3つにしております。3つですとこんな形ですね。私がよく使っているのはやっぱりこの SWR、それとこちらの方ですね、抵抗とリアクタンス、こちらの方をね、表示できるように。で、これがね、ちょっと比較対象のために Z って言われてるやつですね。別名合成抵抗と言われて、この2つのね、グラフをさらに計算して出すと。使い勝手の方なんですけどね、やっぱグラフが大きく見やすいと。で、通常ですとね、この2つですから、ちょっと2つのモードに切り替えてみますね。2つのモードに。2つのモードにね、しますとね、もっとね、こう見やすくなるっていう、こういう形でね、自動になります。で、こちらの方のね、周波数の設定も簡単にできましてね、比較的タッチパネルを細かく触る必要もないっていうんですか。こちらの方のマウス操作ではほとんどのことが全部できますので、通常ですね、今回も多分1メガ。で、ここが30メガですかね。ちょっとこれでテストしようかなと思うんですけどね。この動画撮影のためにキャプチャーさせてもらってるんですけどね。Windows 標準の
この画面をキャプチャーするソフト、これに音声もね載せることができますので、声で簡単な設定位置とかアンテナの状態を入れながら、このディスプレイのねこのグラフの様子をそのままね送っていけば、意外とねいろんなところで便利いいんじゃないかなとか思っております。でこっちの方もねこういう形で消しますとね、さらにグラフが大きくなるんでね、どっちをよく使うのかって言われると、まあ直感的な仕事が多いですからね、アンテナ制作の方はもういらないものは消してしまった方がいいと思いますのでね、こんだけね設定が大きくなりますので、 Windows 天井の標準のキャプチャーソフトと組み合わせながら、で必要なね記録データっていうのは音声とこういう動画ですよねを連携しながら、保存していった方が現場での仕事ははかどるんじゃないかなと思っております。どうだったでしょうかね。結構ね、冷静になって考えるとパソコン使った方が便利がいいかなっていうのはね、ニュアンスだけでも分かっていただけたんじゃないかなと思います。同軸ケーブルを含めた、全長 11m ぐらいになるんですけどね、これを使ってね構成の重要性、ちょっと今から動画の方で説明させていただこうかなと思います。ナノ VNA 本体ですけど、そのままねコネクターの形状も違いますし、本体が小さいので、私はね基本50メガ2メーターまでの使用が中心ですので、このような形でね M 型コネクターに変換するケーブルをよく使っております。個人的にはこっちの方がいいですね。でね、あとね今回こうありますけど、同時ケーブル一応 302V およそ10メーターの先にこのいつも使ってるやつですね。高周波特性はあまり良くないんですけど、こういうクリップに対して抵抗をつけた模擬回路ですね。これ以前ねアンテナアナライザーの時にもねご紹介させていただいた同じね実験環境を準備させていただいております。いかにね VNA が光線によってね精度よく測定できるのかっていうのをねちょっと可視化していきたいなと思います。この状態でねちょっとまず構成しない状態っていうのをねちょっと皆さんにお見せできればと思っております。構成の重要性ということでね、今こちらの方です。オープンの状態にしております。オープンの状態でね、こちらの方ソフトの方を見ていただいたら分かると思うんですけどね、こういう形で画面が出てきております。で、一番ね、こちらの方が抵抗とリアクタンス。で、下側が SWR。で、こちらですね、こちら側が合成抵抗と言われるもの。こちらをね、ちょっと3つ表示させております。この状態で1メーターの同時ケーブルプラス10メーターの同時ケーブル、この先端にねこの抵抗、25オーム、50オーム、100オームをね準備しております。でまずこれでね最初に50オームから接続してみます。50オーム接続しますとね、いつも見てたのがこちら側ですよね。この前アンテナアナライザーで見てたの、今までですとねダイヤル回してああやこうやで口で言ってたと思うんですけどね、ここがね1メガ、こちらが30メガですけどね、こういう形でグラフがねシャーっと流れていってますね。こうやって50オームなんですけど波打ってると、50オームはね以前アンテナアナライザーの時にね比較的まっすぐだと思うんですけど、ここでね見ていただいたら分かると思うんですけどね、自動で拡大されてますのでね、このわずかのズレもねちゃんと捉えているような形になります。で次ね25オーム、突然ここのレンジが今切り替わっちゃったんですよね。今ちょっとオートモードにしてるんでねなってるんですけど、こういう形でねいつも表示してたこう山ができているような形っていうんですか、山ができているような形になっております。でその時にね100オーム100オームしますとね、同じくこういう形ですよね。100近いところもあれば100オームなんですけどね、こちらの方もう20オーム近いのがあると、今までダイヤルで回してね再現してたことが全部ねこう可視化一発でできるような形になっております。この状態でねいつもテストしているこのクロスもちょっとやってみます。これショートですね、ショートやってみます。でちょっとねショートがねこれオートモードにしてるとあんまりねこういう感じでよくありませんので、私はねここはマニュアルでこういう形でねちょっとここのスパンが今変わりました。こちらのスパンが変わったんですけど、ここですね、ここですねちゃんと下がってるという形でね、現状ね何の構成もしてない、本当にこのアンテナアナライザーをね横につなげてこの前のテストをそのまま VNA でね実施しているような形になっております。ですのでこの状態ですとねあんまりこの VNA のねメリットっていうのがありませんので、今から構成をかけていきたいなと思います。でここの構成で重要なんですけどね、皆さんアンテナアナライザーを購入された時にねこれがついてきてると思うんですよ、このケーブルで、あとこういう抵抗器ですねとかショートとかっていうのがね複数ついてきてると思うんでね、やっぱりねインターネットを見ましてもね皆さんどうしてもね
ここに接続してここでやりましょうみたいなね形になるんですけど、実際にアンテナを調整する場合で重要になってきますのが、もう大体ね薄々気づかれている方もたくさんいると思うんですけどね、この同時ケーブルが重要っていうんですか、要は全部接続されている同時ケーブルを使って構成しないと意味がないんでね、ちょっとここがね確かに今回模擬回路にしてるんでちょっとここがね怪しいところなんですけど、同時ケーブル全体およそ 11m なんですけどね、この 11m の同時ケーブルを接続して構成していこうと思います。ここ重要になります。この状態でちょっと構成をかけたいなと思います。この画面にねまずショート、ここですね、ショートさせていただきます。で次は、オープンですね、オープンさせていただきます。でその次にこちらですね、この抵抗をちょっとつなげまして50オームでロード負荷をかけますね。でこれでね今回は他の項目関係ありませんので終了させます。構成の方この形でねちょっと50オームの方測定させていきます。こういう形ですね。ほぼね先ほどすごく暴いてたと思うんですけどね、要は同時ケーブルの構成がかかりまして、実際の測定のね起点がここからっていうんですか、先ほどはねほぼここが起点だったんですけどね、今はこちらですね、こちらに起点が移動しましたので、このような形でね非常にきれいな数値が上がってきてるんじゃないかなと思います。次25オームですね。こういう形でね抵抗もほぼ25で、こちらの方のね準抵抗、あとリアクタンスですね、ここの方もね非常にいい感じになってきてるんじゃないかなと思います。次100オーム、ここですね、100オームで、こちらの方のね準抵抗の方もこのような形でねほぼ100オーム前後、当然ね高周波でちょっとケーブルがねこういう形になってますけどね、結構ねこの100オーム、ここの電池を見ていただければ分かると思うんですけどね、できてるんじゃないかなと思っております。この辺によって今までですとアンテナの直下でないと正確な SWR が測定できない、通常ですと本当に5センチとか10センチぐらいのケーブルでやらないとできないことが、このね VNA 使いました構成をすることによってコンピューターの方にねデータを登録することによって測定の起点をここにできますので、11m 先の同時ケーブルで測定しても測定器の直下で測定したのと同じ結果ができるようになっておりますのでね、そこがね一番の違いっていうんですか、ちょっとした違いなんですけどね。でただねこの構成につきましても、先ほどもあったと思うんですけど S タバーの数値のねに対する影響っていうのはあんまりないので、これは実際ね皆さんも同じようなテストさせていただいたら分かると思うんですけど、意外と SWR は文字して構成しなくても大体の数値はつかめるんじゃないかなと思うんですけど、未知のアンテナに対してはインピーダンスが測定できないと非常に困るっていうんですか、準抵抗が測定できないと非常に困るので、そういう意味合いですとね今までのアンテナアナライザーでしたらよっぽど同時ケーブルを短くする、または構成を取れた的な2分の1波長の整数倍の構成の取れた同時ケーブルを使わないと、要はキャンセルできなかったのがコンピューターで一発でできると、ここが一番アンテナアナライザーと VNA のね大きな違いじゃないかなと思っております。どうだったでしょうか。本日のまとめっていうことですけどね、2.8 インチでも私自身の観点なんで、人によって価値観違うと思うんですけど、意外と使えるんじゃないかなと未だに思っております。であとパソコンの利用ですよね。これも実際に見ていただいたら分かると思うんですけど、画面を大きくするだけっていう使い方も当然あるとは思うんです。であと今回も実際ねキャプチャーしながら捉えたんですけど、キャプチャーしますとね意外と人力作業っていうんですか、動画で要は各グラフの様子、音声でねこういう今何をしてるのかっていうのを関連づけると後から結構ね記録としていい記録に残せるんじゃないかなとか思っております。であとねこの構成の重要性、ここもねどうしてもキットであんだけついてるので、皆さんすいません、キットについてた同時ケーブルで結構構成してたんじゃないかなという気持ちもあるんで、ちょっとすいませんこれ間違ってたら申し訳ないんですけど、全体で構成しないと意味がないので、ここだけはね是非ともね皆さんいろんな使い方合うと思うんですけど、ここ間違えますと VNA の価値全くありませんので、是非ともねここは今一度皆さん自身でねテストしていただいて確認していただければと思っております。こんな形でね VNA 実践で使っていくためのね環境がだいぶ整ってきましたので、またね次回以降ちょっと間隔空けていこうかなとは思うんですけどね、VNA の方はねこちらのアンテナアナライザーとほぼ同等の使い方をね今後ともしていきたいなと思っております。おそらくお会いする日楽しみにしております。
よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。